オーロポッツフランベチャンネルソロラッシュバトル変態装備シリーズへようこそ。いやーね、これから時折だが、こんな武器を装備すりゃ結構気持ち悪いって避けてくれるんじゃないかって、そんなセットアップを探していくシリーズです。では、いやね、ようやくだがミューリクスをマーク3までアップグレードできました。これで再来週に迎える超絶弱体化での火力差、これを確認できそうです。そうそう、バトル開始の前にこのパイロットスキルだね、どうにもスピードに物足りなさを感じてたんで、ダメージブーストからスピードブーストに変えてみました。結果としてはバトル中でご説明。まずは栄誉ある変態装備の1号機だね。もうこれは火力どうのこうのではなく、シンプルに内蔵武器だけで戦うためのセットアップだ。強い弱いじゃなく、単に気持ち悪いと敵に思わせ、逃げつつダメージ入れてく。そうして変態装備への嫌悪感から一気にブチ切れられるとこまで持っていく。なのでブチ切れた敵から追い回されないよう、フリーズ効果スローダウンとモジュールによるスピードバフ、これで逃げ切ろうって作戦だ。さてとビーコン一つゲットし、いよいよ敵地ゾーンへと侵入だね。シェンゼンはフランベにとっては結構得意なマップだね。なんたって隠れやすいってとこがお気に入りだ。クライシスだね。防御力はかなり低いとはいえ、これだけ削れれば大したもんだろう、変態装備としちゃね。そうそう、今回モジュールをアクセラレーターに変更したのだが、はっきり言って劇的なスピード増加というよりも、かなりスムーズな移動が可能となったって感じだ。もちろんアップグレードを完了させるとトータルでは7キロは増加するからね。そうなるとかなり違ってくるだろう。これから防御系がいいのか、スピードバフが使いやすいのか、そこんとこをじっくり確認していきます。いやしかし全く期待しちゃいなかったこの元祖冷凍系武器なのだが、このレベルでこのくらいの火力出せればね、変態装備としては合格だろう。いや正解、これ真正面切ってのバトルでないところもあるだろうがね。もう少しうまくヒットさせられるならば、もっと早いタイミングでフリーズさせられるんでね。そうなるとダメージバフ得られ、もっといい感じな変態装備効果も生まれることでしょう。さらにはこれ爆発性の砲弾なんで、盾持ちでもダメージ入るから、例えばアルティメットランスロットあたりと遭遇してもかなり耐久値削れるんじゃないかね。では次の変態装備は機雷系だね。装備タイプとしては全て限定エディションのスティール、ただし中武器一つだけレベル9となっている。これはダメージ決して高くはないので、どちらかといえば近づくな撃つな相手にするなって感じでの変態装備を狙ってます。ちなみにマーク3のマキシマムだと 24% 以上の火力となるみたい。そうなりゃ攻めていってもいい感じとなるであろう。でモジュールについて今回は耐久性重視としてます。アップグレードもほぼ完了って感じです。とはいえこれらモジュールの効果積み上げでそれなりのクオリティまで到達するには結構時間かかるからね。フランベの突理スタイルには不向きのような気がする。この2つのバトルを改めて見直すとね、モジュール効果が発揮されるまで持ちこたえられないようだしね。ならばいっそスピードバフによってスムーズなバトルを展開させ、アビリティリロードタイムを確保できる方が有利なのかもしれないね。その結果としてバトルタイムを伸ばし、ダメージカウントを積み増しできるのかもしれない。むしろそっちが使いやすいかもだ。でこの機雷系変態装備の総評としては、これはありだろう。機雷系のダブルファイアリングをきちんとうまくタイミング合わせられるならば、なりの火力を今でも得られるしね。マーク3で 25% 増加ダメージならば、近寄るな相手にするなオーラを放ちつつ、近づくぞ気づくな的な戦術で突れるのかもしれないね。ではこれからも変態装備シリーズいろんなお試しでバトルやってみます。評価できそうなら動画ってことで。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回お会いできること楽しみにしております。ごきげんよう。